こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドノリタケの図柄5、恋まり模様を見ていきたいと思います。オールドノリタケに恋まり模様というものがあります。恋まりとは17世紀に有田で作られたヨーロッパ向けの食器を指します。その17世紀から18世紀前半まで輸出されていた恋まりの模様を20世紀前半に作られたオールドノリタケが真似ていたのです。それはなぜでしょうか。ヨーロッパの食器の歴史を見ますと、初めの頃は主に陶器が用いられていました。陶器は土の色をしていて、料理の見栄えが良くなかったために、白い釉薬を塗って器を白くしたマヨルカ焼きなどが好まれていました。一方で中国では紀元前から磁器が製造されていました。磁器は純白で薄く、硬く、あでやかです。そこでベニスの商人はシルクロードを通じて磁器を輸入するようになりました。英語で磁器のことをチャイナウェアとかチャイナと言いますが、ヨーロッパで流通した磁器がすべて中国製だったからです。磁器は大変高価で貴族たちに珍重されました。その後、ベニスの商人に次いでオランダ東インド会社も磁器を輸入するようになりました。磁器にはカオリンという物質が不可欠です。粘土にカオリンが含まれていることによって純白で薄くて硬い器ができます。中国の土にはもともとカオリンが含まれていました。日本の磁器は1610年代に佐賀県の有田で始まります。有田でカオリンを含んだ土が取れたからです。有田で製作された磁器は近くの伊万里港から国内各地に出荷されたため、伊万里焼と呼ばれていました。1644年、中国では明王朝が滅亡します。それから40年間、中国は動乱が続き、中国磁器の輸出が途絶えてしまいます。そこでオランダの東インド会社は日本の伊万里焼を輸入するようになりました。東インド会社はヨーロッパ人好みの製品を求めたため、柿右衛門様式や恋まり金蘭手がヨーロッパ向けに輸出されるようになり、これが18世紀前半まで続きました。17世紀、ヨーロッパでは中国の磁器や日本の恋まりが盛んにもてはやされ、貴族の間では富の象徴として邸宅に磁器の間を作るのが流行しました。そこに目をつけたドイツのザクセン公アウグスト教王は錬金術師のベドガーを幽閉し、磁器製造の秘法を研究させます。そして1710年、ついにヨーロッパ初の磁器窯マイセンが誕生しました。純白で高品質の磁器を求めたのはドイツだけではありません。1750年、イギリスのダービーでは、後にクラウンダービー社となる会社が材料の粘土に焼いて粉にした牛の骨を混ぜて焼くボーンチャイナを開発します。
それから100年ほど経ち、日本が開国した後、欧米ではジャポニズムブームが起こります。そのブームに乗ってクラウンダービー社は恋まり模様の食器を製作します。この恋まり模様の食器は大変評判が良く、長く愛されたことでクラウンダービー社が発展しました。そして1890年、クラウンダービー社はビクトリア女王からロイヤルの称号を授けられ、ロイヤルクラウンダービー社となります。これは女王陛下御用達という意味です。恋まり模様は他にもいくつかのデザインがありました。ロイヤルクラウンダービー社の恋まり模様は当時大変人気だったようで、1906年にはロイヤルクラウンダービー社のお皿を重ねた図柄のビスケット缶が販売されています。イギリスでは恋まり模様のデザインの食器はロイヤルクラウンダービー社以外の工房からも販売されていました。オールドのりたけの魅力でお話ししましたように、森村組の図案部はオールドのりたけの図柄にその時々の流行を取り入れており、当時イギリスで高い人気を誇っていたロイヤルクラウンダービー社の恋まり模様も図柄として取り入れられました。オールドのりたけの主な輸出先はアメリカですが、イギリスをはじめカナダ、オーストラリア、インドなど英国領の国々にも輸出されており、それぞれの国での売れ行きについて情報交換が行われていたのかもしれません。こちらは先の動画でお見せしたオールドのりたけの恋まり模様です。英国向けに作られたものです。おそらくロイヤルクラウンダービー社の A1299 番を真似たものと思われます。鳳凰、ボタン、菊が描かれています。こちらのオールドのりたけの恋まり模様はアメリカ向けに輸出されたものです。ロイヤルクラウンダービー社の A2451 番を真似たものと思われます。オールドのりたけの恋まり模様とロイヤルクラウンダービー社の恋まり模様を比較した場合、オールドのりたけの赤は柿右衛門の赤に近い優しい色をしています。青色もオールドのりたけの青はゴスに近い淡い色ですが、ロイヤルクラウンダービー社の青は濃くくっきりとした青です。オールドのりたけの恋まり模様は過去に生み出された日本の模様が時を経て逆輸入され、再度図案化されて海外に送り出されたものであり、珍しい経過をたどっています。私が初めて恋まり模様のオールドのりたけと出会った時も不思議な感覚になったことを思い出します。今回はオールドのりたけの図柄5、恋まり模様をご紹介いたしました。次回はオールドのりたけの図柄6、ジャポニズム、そして着物柄をご紹介いたします。